皆さんこんにちは。こちらはオーラ VA40 です。発売は1989年。当時の値段は14万4900円だったようです。オーラは89年に設立されたイギリスのオーディオメーカーです。当時は大きくて重いものほど音が良いとされていましたが、それと正反対の商品です。薄型軽量で鏡のように光沢のあるパネルが特徴でした。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。10万円を超えるアンプですが、重さが 4.2 キロしかありません。フォノイコライザーを搭載していました。ダンピングファクターが不明です。これは測定で明らかにしていきます。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプを測定してオーラの性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。ほぼ完全にフラットです。このアンプには音色がありません。カト応答も完璧です。低角出力で若干広域が落ちています。これは電源に余裕がないためでしょう。ノイズと歪みを見ていきます。オレンジの線が今回のアンプです。物量が投入された同年代の国産品と比べるとやや劣る性能です。とはいえ人間の耳には全く聞こえないレベルなので実用上は問題ありません。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。ダイナミックレンジは 110dB を少し上回る程度です。CD のフォーマットを十分カバーしているので問題ありません。ダンピングファクターを見ていきます。このアンプのスピーカー端子はダイレクトとスイッチドがあります。スイッチドはヘッドホン端子の接点を通る関係で40くらいに落ちています。ダイレクトは80以上ありますが、左右の特性が揃っていません。サビ取りが不完全だった可能性があるので、端子を外して超音波でサビ取りをします。結果を見ていきます。前より多少良くなった程度であまり変わっていません。この端子の電極は一体ではなくカシ目でできています。カシめている部品の接触抵抗にばらつきがあるようです。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。ギャングエラーが大きくなっています。回転角の小さいところで音像が若干偏って聞こえるでしょう。
このような結果になっているのは、ボリュームコントロールに安価な部品が使われているためです。10万円を超えるアンプでこのような部品が使われているのは残念なことです。フォノイコライザーのノイズ性能を見ていきます。グレーの線は無音溝のレベルです。これより小さければ問題ありません。このアンプのフォノイコライザーはオペアンプでしたが十分な性能です。レコード再生の音色を決定づける静電負荷容量はかなり大きめです。広域の伸びが抑えられた落ち着いた音色になるでしょう。こちらはノイズ性能のランキングです。縦軸は無音溝からのノイズマージンを表しています。矢印が今回のアンプです。まずの性能です。このアンプには時速漏れの少ないトロイダルトランスが使われていました。これが性能を高める要因になっているようです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はアンプの音です。このアンプの周波数特性はフラットで、歪みも十分小さい結果でした。このようなアンプの音は原音と区別できないのがいつものパターンでしたが、今回はどうなるでしょうか。周波数特性と歪み以外に音に関係する要因があるのか、オーラのアンプにはオーラの音があるのか、それではお聞きください。古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
いかがでしたでしょう。オーラの音が分かった方はどんな音だったかお聞かせください。このアンプの性能は当時の物量モデルに及びませんが、日常的に音楽を楽しむには十分です。トロイダルトランスのおかげでフォノイコライザーのノイズが小さくなっています。レコード再生では広域の伸びが抑えられた落ち着いた音色で音楽を楽しめるでしょう。残念なことにボリュームに安価な部品が使われていて、ギャングエラーが大きめです。問題になる場合は交換を検討した方が良いでしょう。このアンプは外観に優れた趣味のアイテムです。鏡面仕上げの美しいパネルを持ったデザインは数少ない魅力あふれるアイテムの一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。